あ、猫ちゃんがネズミを追いかけてる。え？どこ？あそこ。あら、ほんとね。猫はネズミを捕まえるものだけど、その現場に出くわすことってめったにないわよね。珍しい場面見ちゃった。そうなの？トムとジェリーはいつも追いかけっこしてるけどね。あれは漫画だから。しかもいつも猫のトムの方が負けてるよ。それは強いものが本来弱い立場のものにやっつけられるから痛快なんじゃないの？もしいつもジェリーがやられてしまってたら別に面白くもないし誰も見ないんじェないかしら。なるほど。そうだ、今夜はトムとジェリーにまつわるお話にしましょう。面白そう。ふふ、花子、こんなお話はどう？猫とネズミがドタバタコメディを繰り広げる作品、トムとジェリー。1940年にアメリカで生まれたこの作品は、猫のトムとネズミのジェリーがお互いにいたずらを仕掛け合い、はちゃめちゃな追いかけっこをする内容で、ネズミより強いはずの猫のトムがいつもジェリーにやられてしまうというのがセオリーになっている。特に言葉がなくてもコミカルな動きだけで十分に楽しめ、未だに根強い人気を誇るトムとジェリー。有名すぎるアニメだけに都市伝説はたくさんありそうだが、意外とそう多くはない。そんな数少ない都市伝説を紹介してみよう。トム、本当は人間説。いきなりそんなことあるわけないと思うような説が飛び出した。トムは多彩すぎて普通の猫でもなさそうだが、一応見ている側としてはみんなが猫だと思っているだろう。なぜトム人間説が出たのか、その理由を挙げてみよう。まず、普通の猫にしては大きすぎると言われていること。トムが2本足で立つとかなりでかい。しかしメインクーンという種類の猫にはとても体が大きい個体がいるので、トムだって突然変異の猫とかありえなくはない。だが普通の猫がゴルフしたり料理したり本を執筆したりはしないだろう。そして何といってもトムが人間だとしか思えない極めつけのワンシーンがある。話の中でトムの全身の毛が刈られるような出来事が起きたりするのだが、ブッチという犬のキャラクターにトムが毛を刈られた際、毛皮の下にはなんとランニングを着ておりパンツを履いていたのだ。さらに手と足の白い箇所はただの白い手袋と靴下であった。トムはやはり着ぐるみを着た人間なのかもしれない。トムとジェリー、宇宙生物説。毎度毎度追いかけっこを楽しむトムとジェリーだが、その追いかけっこへの命のかけ方が半端ない。ある時はフライパンで殴られ顔がへこみ、ある時は車にひかれ紙のようにペラペラになり、またある時はダイナマイトの爆発に巻き込まれても生き残る。そして次の回には全くいつも通りに復活しているのだから、すごい生命力としか言いようがない。そのためだろう、尋常ではない肉体の持ち主であるトムとジェリーは不死身なのではないかという噂がある。通常であれば死んでしまうような現象が起きても何事もなかったようにまた追いかけっこを繰り返す二人は、正体の知れない宇宙生物ではないかとまで言われ始める始末だ。本当に宇宙生物かどうかは不明だが、人間と同等な知能を持ち合わせているように見える。トムもジェリーも普通の動物ではないことは確かだろう。ジェリーのトラウマになった穴あきチーズ。トムとジェリーには欠かせない食べ物といえば、そう、穴の開いたチーズだ。実はこのチーズに関して少々閲覧注意の都市伝説がある。この穴の開いたチーズはエメンタールチーズといい、よくチーズフォンデュにも使われている。チーズが熟成している間に発生した炭酸ガスが気泡となって、それがチーズの穴の部分になるのだが、ジェリーは一度チーズでトラウマになったことがあるなんて話がある。その理由だが、てっきりジェリーが穴あきチーズだと思って食べていたものが、実はミミズが食べて穴を開けたチーズだったのだ。それを知らずにミミズごとチーズを食べてしまったジェリー。そのことがショックで、しばらくチーズが食べられなくなってしまったらしい。しかしお腹が空いたら何でも食べなくては生きていけないということで、ジェリーはそのうちまたチーズが食べられるようになったそうだ。ところで、虫の入ったチーズが実際に存在するのをご存知だろうか。イタリアのサルデーニャ地方に伝わるカースマルツーという名のチーズには生きたままのウジ虫が入っている。もちろん食用だ。人間が食べるために
わざわざチーズにハエの卵を産みつけさせて製造しているのだ。虫が苦手な人にはありえないチーズだが、地元の人には愛されており、食べるととても美味しいらしい。トムとジェリーの最終回？最終回を迎えていない多くのアニメ作品があるが、トムとジェリーも例に漏れず、未だに新作が作られ続け、最終回という最終回を迎えていないアニメだ。そんな中、公式ではないが、どこかの誰かが世に生み出した最終回のストーリーがとても泣けるのでご紹介したい。ある日を境に、ふとトムの姿を見かけなくなったジェリー。猫が突然姿を消してしまうのは自分の死期を悟った時だと言われている。そう、トムがジェリーの前からいなくなったのは自分の命の終わりを感じ取ったから。弱ってしまった自分を見せたくなくて、トムはどこかへ去ってしまったのだ。それに気づいたジェリー。悲しいというよりも、いつもの遊び相手がいなくなってつまらないといった気分だった。なんだか胸が痛んだけれど、ジェリーにはその感情が何なのかよく分かっていなかった。そんな退屈な日々を過ごしていたある日、ジェリーの前に一匹の猫が現れる。トムよりも小さくてのろまそうだ。ジェリーはしめしめ遊んでやろうと思って罠を仕掛けることにした。そう、いつもトムに仕掛けていたように。しかしその猫はジェリーに向かって襲いかかった。そしてあっという間にジェリーに噛みついてしまったのだ。血まみれのジェリーは意識が遠のく中、あることに気がついた。猫が本気で襲いかかってきたら、ネズミはとてもかなわないということに。トムはいつもジェリーに手加減をしてくれていたのだ。ジェリーは彼の優しさと友情を知り、同時に胸の痛みの正体も知った。それはかけがえのないライバルを失った悲しみだった。ジェリーの魂は肉体を離れ、空へ上がっていく。そこには微笑みを浮かべたトムがいた。二人には再び仲良く喧嘩する日々が訪れたのだ。という、かなり感動的なストーリーになっている。アニメでは手加減なしでジェリーに反撃、攻撃しているように見えるトムだが、本当は自分より小さく、か弱い存在であるネズミのジェリーに対して思いやりを持っているのかもしれない。いや、きっとそうだろう。はい、おしまい。いつもジェリーの罠にかかり、痛い目に遭ってしまうトム。優しい視点で描かれた都市伝説の最終回でしたね。生き物には等しく死が訪れます。いつも喧嘩していても、相手を失って初めてわかることもありますよね。しかしそこは永遠の命を持つアニメキャラ。ずっとこの先もトムとジェリーには私たちを楽しませてほしいですね。では、おやすみ、花子。皆さんも良い悪夢を。